こんにちは、春日部つむぎです。今回は最後の動画になります。まず宣伝。明後日14日の AM3 時から始まりますアーリーアクセスに参加します。オタクくんが早朝から頑張って配信しますのでよろしかったらどうぞ見に来てください。さて、盤面の方はというと、地獄です。多くのコントロールデッキがそうであるように、このデッキも偶話が致命的です。お相手2枚目の偶話をキャスト。ここ否認を打ってもいいのですが、正直自力。もう連携探索でマナ伸ばしつつ回答を探した方が良さそう。連携探索は土地が引けずに下地も。はい、これで5枚連続土地なし。はい、8枚連続土地を引けず、ここは投了しましょう。タイグリクシスは一番苦手な相手で、サイドもかなり悩みどころです。打ち消しを増やしたいけど盤面触れないと吸血鬼に殴り負ける。ラスで除去するのは相手にドローを与える仕返しの絶望将来がきついので適当に減らしておきます。そして悩んだ末に1枚外し忘れて2戦目突入。これもキープです。5シーンはある程度色れないのは割り切っていきます。1ターン目脅迫が絶望でしたがセーフ。策白もなし。優しいブリクシスです。そして群れの渡り使えばいいのにギャンブルなドロー。しかしこれは成功です。お相手グーをキャスト。これはマッシャーなしです。打ち消しないうちに絶望将来届くのは絶望なのでゴブリントークンは取っていきます。お相手4ターン目は銀行破りをキャスト。これくらいのターンまで平穏ならだいぶ勝利が近いです。土地を伸ばしたいので上下で。ドローは無事土地。ここは構えて5。ウーアが裏返り。死体鑑定士をキャスト。グリクシス相手はこれがきつい。一応ここでドローしてみます。お相手3枚見て1枚ハンドへ。お相手銀行破りに登場してアタック。放浪王をキャスト。打ち消しあれば使ってくるかな。なかったのか通ったのでマイナスで追放。ここは集団失踪で除去します。2マナ立ってるので打ち消し構えに見えないかな。お相手悩んだ末に絶望将来。残念ながら投資で。ドローを与えなかったのは不幸中の幸いか。そしてピンチの後にはチャンス。アトラクサキャストで打ち消しを回収しましょう。打ち消しは引けなかったがしょうがない。とにかくリソース回復です。銀行破りのアタックは通って残り16点。お相手の毒火狙いでアトラクサ除去。これはしょうがない。さらに死体鑑定士。墓地のアトラクサが追放されます。軍備放棄で鑑定士追放。追加の銀行破りをキャストしてターンエンド。お相手シェオルドレッドをキャスト。そしてうっかりドローを忘れました。エンドに連携探索。多分墓地からルックしなくても勝てるし空亀は下でいいか。軍備放棄をシェオル。ここは通ってシェオルが追放されます。銀行破りは土地を引けず、あとはもう土地だけでいいレベル。お相手絶望将来には系列的な一撃。そこにお相手否認通されてしまいました。まずドロー。また土地を引けず。お相手シェオルをキャスト。クリーチャーは OK です。今度は忘れずに事前にドロー。連携探索で1マナ伸ばします。お相手さらに偶話をキャスト。残念ながら通すしかない。
ここは刺激で除去を拾いに行きますか。メインで X に起動。回収するのは除去で、まずはシェオルを追放。あとは構えて GO です。お相手土地を2枚捨てて2枚ドロー。さらに死体鑑定し、なかなか攻め手が止まりませんね。さらにメインでサイクリング。感度はあまり良くないのかな。銀行破りがいるのでアタックはできませんね。お相手切り崩しをキャスト。そりゃあ待ってますよね。次どう動くか悩みますが、4マナ浮いたので群れの渡り打っちゃいますか。通りました。これで盤面はだいぶ優勢に。除去は豊富にあるので攻めに行っちゃいますか。銀行破り2体のアタックは1体とってお相手残り21点。お相手エンドに人体改造機を戦場に戻しますが、それは許しません。と思ったらお相手絶望将来をキャスト。群れの渡りキャストは早まったかな。こちらはエンドに危機時期を追放。さらに人体改造機も追放します。お相手そこには切り崩し、追放除去はたくさんあるのでまあいいか。ここも攻めていきましょう。1体残して3体でアタック。アタックは通って残り10点。お相手エンドに着白。これでついにリソースは枯れましたね。さらに人体改造機を戦場に戻します。お相手フルパンには放浪王をキャスト。こちらのマイナスにはお相手作白。ここで勝ち確定でしたが思わず放浪王が飛び出る。お相手投了して1本取り返します。サイドは変更なし。本当は呪文貫きを入れるところでしたが、うっかりしてました。そして正気とは思えない初手キープ。でも通る甘えは甘えじゃない。お相手銀行破りにはこちらも銀行破り。次にお相手が作白打ってグーワが1ターン遅れるならまだマシまである。お相手このターンはドロー。悠長なリソース勝負してくれるのが一番ありがたい。お相手ゼッチキャストから銀行破りに登場してアタック。殴り合いじゃなくてリソース勝負しましょうよ。除去を引けたのはラッキーですね。というか青い土地どこですか。とりあえずメインでゼッチ追放。お相手エンドに地トークンでルキング。絶望将来をここで打たれるとかなりしんどいですが果たして許されたようです。これで一応かき消しが構えられますね。このまま GO です。お相手ここでも動かず慎重ですね。土地が伸びるほどこちらが有利なので長引くのは望むところです。まずアタック。さらに追加の銀行破りを置いてエンドです。お相手除去もせずにエンドに銀行破り起動。一体ハンドは何があるんだろう。お相手銀行破り登場からアタック。これは通して残り12点。そして人体改造機をキャスト。こちらはエンドに力戦の束縛。人体改造機を追放します。さらに銀行破りを起動。ジェトミアの2はフルコンプしてしまいました。このデッキ半分は青い土地なんですけどね。まずアタック。これは通ってお相手残り15点。
お相手銀行破りに登場。ここでフォローをキャスト。ここにお相手軽蔑的な一撃使わせたと思いましょう。こちらは陸戦の束縛をキャスト。とりあえずこれでライフレースは有利に。お相手絶望将来にはかき消し犠牲キャスト。軟化にマナ立ってるのが不穏だったのでここは安定を取ります。どちらにせよかき消しはこの先用途が減りそうですしね。そして青い土地を探しにドロー。完璧ですね。ここは構えて5。お相手絶望将来。これには否認をキャスト。やっぱりお相手否認持ってましたか。さっきかき消し犠牲は正解でした。ここはお相手にドローを渡したくないのでフォローを差し出します。まず軍備放棄で人体改造機追放。先ドロー警察から青い土地がようやく出てきて助かる。銀行破り登場にスタックでお相手サイクリング。4点入ってお相手残り14点。お相手設置の収穫者をキャスト。さらに地トークンですぐにルーティング。トップは絶望将来。あまりにも強すぎる。こちらはサイクリングも考慮して連携探索通常キャスト。トップは雲散無償。これは魔を愛子ということで絶望将来は打ち消します。こちらはまずサイクリング。迂回は魔よし。あとは銀行破りをブロッカーで立ててエンドです。お相手このターンは動かすエンド。こちらはサイクリング。刺激は最高の引きですね。このターンは刺激を構えて5。お相手人体改造機をキャスト。こちらはエンドに刺激 X3。拾うのは打ち消しと除去と連携探索でまず軍備放棄で人体改造機を追放。ここはメインで連携探索。系列は上、力戦は下でお相手このターンも有効パイなし。こちらはエンドに刺激を墓地からデッキトップへイボループです。構えて5。フルパンからここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはさすがにマリガン。今度はギリセーフ。終わりなき愉快を返します。お相手群れ引きをキャスト。アグロですね。こちらは1ターン目はタップ処理。お相手クミリオンの獣呼びをキャスト。ブルールアグロかな。こちらはかき消しを構えたいところですが後攻なので上振れ狙いでクイリオンを取ります。お相手敵対者をキャスト。ここで嵐探しとかが獣呼び除去の裏目でしたね。こちらは軍備放棄で敵対者を追放。冷静に考えたら群れ引き除去の方が打点減る可能性高いですね。お相手エンドに火遊び。これで放浪砲まで届けばなんとかなりそう。お相手ハラーレをキャスト。これはさすがに打ち消しです。群れ引きのアタックが通って残り9点。ここでトップ土地は激アツですね。群れ引きのアタックに放浪をマイナスで追放します。お相手放浪王に稲妻の一撃。放浪王は十分な仕事をしましたね。お相手ハンドは除去かな。こちらはエンドに空亀で放浪王をハンドへ。ここでお相手投了して1本目選手。サイドはアグロ向けの黄昏の強落と一時的封鎖を全投入。抜くのは刺さりづらい否認と系列。あとは悠長な銀行破りと終わりなき愉快ですね。
2本目、これは満足キープですね。お相手熊野から、こちらはタップ処理して5。赤敵大社はきついですね。残り16点。こちらは軍備放棄で敵大社を追放。お相手熊野が裏返り、さらに獣呼びをキャスト。速攻がなければ OK ですね。こちらは一時的封鎖をキャスト。この相手に耐える余裕はないから即置きです。スタックでお相手火遊びキャスト。戦術はトップ。お相手偶像破壊者キッカー。4点受けて残り8点。土地が欲しかったですが除去ならよし。お相手10呼びをキャストからの赤敵大社。スタックで偶像破壊者を追放します。こちらは4枚目の土地を引けました。放浪王を構えて5。お相手に対でアタックには放浪王をキャスト。獣呼びを追放します。お相手スタックでデメージ。熊野で放浪王が取られますね。いやらしい動きです。とはいえ土地が伸びるのは美味しいですね。ここは軍備放棄を引くかもしれないのでメインで連携探索。除去は上々で。お相手トップは獣呼び。速攻なしならセーフ。アタックに合わせて放浪を。獣呼びを追放します。放浪王はマイナスでトークンに変えます。そのまま除去を構えて5です。お相手フルパンに力戦の束縛。さらにもう1枚。敵対者はトークンと相打ちで。お相手エンドに稲妻の一撃手癖で打ち消しましたが、これは失敗でした。でもお相手の心が折れて投了。対戦ありがとうございました。ということでバントハントコンでした。前回の 4C 刺激コンを組んだ後に南米選手権優勝のバントコンを見て、あ、このマナベースで軍備放棄って入れていいんだと感心しました。そしてそのリストを改造して無理やり刺激を投入したのがこちらになります。まず刺激コンの利点って何さって話なんですが、何よりもコントロールミラーで強い点ですね。打ち消しされない大量リソース回収手段はとても強い。あとはそれ以外のリストに対しても打ち消し使い回しにより一度土地が伸びてしまえば有利を取り返させない点ですね。逆にデメリットは終盤以外使い道が薄いカードでスロットが埋まってしまうところです。まあ刺激でサリアブロックできたりしてたまに役立つんですが、あとこのデッキの難点としては青い土地の割合ですね。特にサイド後に打ち消しを増やすと青の出なさが気になります。土地のバランスについては永遠に悩むことになりそうです。で、タイトルで煽ってた勝率の話ですが、なんと19勝7敗でめっちゃ勝ち越してます。アグロには思いのほか有利で赤タンと青白兵士、緑白ポイズンには今のところ負けてません。苦手なのはダニサレアと出てくるエスパーレジェンズ、あとはグリクシスですね。ちなみに白パンあたりは盲導しようもないレベルの相性差で全く負ける気がしませんね。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。